旧日光街道の徒歩旅はいよいよ終盤へ入っていきます。今回は宇都宮宿を出発し、日光市に入るまでの動画となります。宇都宮宿は日光道中と奥州道中が分かれる重要な宿場でした。ここから先はいよいよ日光東照宮へ向かう道。市街地を抜け桜並木を進み、一里塚をたどり徳地屋宿へ。さらに街道沿いに残る石碑や水道施設、馬力神などを見ながら少しずつ北へ進んでいきます。道の景色は宇都宮の街並みから田畑の広がる郊外へ。旧日光街道の旅はいよいよ終盤へ入っていきます。目の前にあるのがこの地域の栃木県道路原標です。これはかつて道路の起点や距離を測るために置かれたいわば道の基準点。しかもここは日光街道と奥州街道が交わる交通の要衝でもあります。江戸時代の歴史と近代の道路制度が重なるこの場所からいよいよ日光へ向けて今日の旅を再開します。宇都宮宿の高札場跡にやってきました。高札場とは幕府や藩の決まり事を木の札に書き人々に知らせるための掲示板のような場所です。ここ宇都宮宿は日光街道と奥州街道が重なる交通の要衝。本当に多くの旅人が行き交うこの場所で幕府の重要なお触れが人々に伝えられていたんですね。ここは日光道中と奥州道中が枝分かれする宇都宮追分です。追分とは道が縦に分かれる場所のこと。宇都宮宿で共にあった2つの街道ですが、ここから奥州道中はさらに北の東北へ。いよいよ日光東照宮を目指す道へと入っていきます。宇都宮宿は日光道中の中でも特に大きく栄えた宿場でした。その最大の理由がここが日光道中と奥州道中の分岐点だったことなんですね。江戸から北へ向かってきた旅人たちはこの宇都宮でそれぞれの道を選びます。日光東照宮へ向かう人は日光道中へ、さらに奥州方面へと向かう人は奥州道中へ。つまり宇都宮宿はただの通過点ではなく、人や物が集まってはまた分かれていく北関東最大の交通の要衝だったのです。本陣や問屋場、そして多くの旅籠が軒を連ね、宿場はいつも圧倒的な活気に満ちていました。ここから先私たちは奥州方面を見送り、日光東照宮へとまっすぐ続く道を進んでいきます。この大きな宇都宮宿を出ることで旧日光街道の旅はいよいよ終盤へと入っていきます。この先道沿いに見えてくるのが正前神と刻まれた石碑です。これは総前神とも呼ばれる馬の神様。江戸時代の街道では荷物を運ぶ馬も大切な旅の相棒であり欠かせない存在でした。こうした何気ない石碑に出会うと、旧日光街道が多くの旅人だけでなくけなげに歩いた馬たちにも支えられていた道だったんだなとしみじみ感じられますよね。目の前の歩道橋に標識が見えます。日光まで25キロと書いてあります。ですが東照宮まではさらに10キロくらい先なのですよね。上戸祭町交差点からさらに北へ向かって進んでいきます。この辺りは宇都宮の市街地の賑やかさを残しながらも少しずつ日光へ向かう街道らしさが顔を覗かせる区間です。江戸時代の旅人にとって宇都宮宿を出た後の次の大きな目標がここから約10キロ先にある徳地ら宿でした。今の感覚なら車であっという間の距離ですが、当時の徒歩旅にとってはしっかり気合を入れ直す一つの工程になります。この先にある宮関上と祭町交差点は現在の国道119号と宇都宮環状線が交わる現代の交通の要衝。車が激しく行き交う場所ですが、旧街道の旅人として見るとここから先道の印象がまた一段と変わっていくんですね。賑やかな市街地を抜けてやがて美しい並木道へ。そして行く手には少しずつ日光の山々が迫ってきます。何気ない移動区間に見えて宇都宮宿から徳地屋宿への旅の流れがここから本格的に始まっていきます。宮関上と祭町交差点を過ぎると日光街道はまた少し表情を変えていきます。ここから北へ日光市の山口付近まで長く続くのがこの日光街道桜並木です。約16キロにわたって山桜などおよそ1500本が植えられていて桜名所100選にも選ばれているんですね。日光街道といえばどうしても杉並木の印象が強いですが、ここ宇都宮からの区間ではまずはこの美しい桜並木が旅人を迎えてくれます。春には見事な桜のトンネルとなり、花が散る頃には街道全体がピンクの花びらに包まれる。
そんな幻想的な風景が広がるそうです。江戸時代の歴史ある街道に近代に植えられた桜の景色が鮮やかに重なる、まさに日光へと向かう道の大きな見どころです。宇都宮を出ると旧日光街道の旅はいよいよ終盤へ入っていきます。ここから先はただ北へ進む道ではありません。江戸から日光東照宮へ向かう日光道中の後半戦です。江戸時代、この街道を歩いた人たちは今のようにスマホで距離を確認することはできませんでした。そこで目印になったのが一里塚です。一里塚は一里およそ4キロごとに築かれた塚で、旅人に現在地と距離感を知らせる役割がありました。これから向かう上戸祭の一里塚は江戸日本橋から28里目、距離にするとおよそ112キロです。日光道中全体は江戸から日光まで36里余り、つまりこの辺りまで来ると旅はもうかなり日光に近づいていることになります。現代の道路を歩いているとどうしても車の流れに目が向きます。でも道端に残る一里塚を意識すると、この道がかつて徒歩の旅人たちのための道だったことを思い出させてくれます。宇都宮城下を離れ次の徳次良宿へ。この何気ない道の上にも日光を目指した人々の足跡が重なっています。宇都宮市野沢町の辺りまで来ると、宇都宮の市街地から少しずつ離れ、旧日光街道は徳次良宿へ向かう道の途中に入っていきます。この周辺で注目したいのは光明寺です。光明寺はもともと文禄年間1500年代の終わり頃に野沢の石塚に極東院として建立されたのが始まりと伝えられています。さらに徳川家光が日光参詣をした際、この辺りで茶を設けたというお茶屋跡も伝わっています。何気ない街道沿いの風景に見えても、ここは日光へ向かう将軍や旅人が通った道。宇都宮を出た旅は少しずつ日光参詣の道らしさを増していきます。目の前に標識が見えてきました。日光まで21キロとのことです。でも東照宮まではさらに10キロほど先となります。この辺りは縁石があるとはいえ、この歩道を歩くのは少し心細さがありますね。農業試験場入り口の交差点あたりまでやってきました。この周辺は何か大きなお堂や宿場跡があるわけではないのですが、宇都宮宿から次の徳次良宿へと向かう当時の面影を残す大切な道筋です。宇都宮宿から徳次良までは2里18町、およそ 10.5 キロ。江戸時代の旅人たちにとっては宿場から宿場へと足を進めたまさに一日の歩みの途中でした。そして現在この周辺には栃木県の農業試験場があります。明治28年1895年に農事試験場として始まって以来、イチゴをはじめとするさまざまな新品種の育成や栽培技術の改善など、栃木の農業を130年以上も支え続けてきた先進的な施設のようです。かつての旅人が歩いた旧街道の道筋に近代から未来へと続く農業研究の風景が静かに重なっています。このような時代の重なりも歩いているからこそ見えてくる面白さなのだと思います。宇都宮インター入り口交差点を過ぎると左手に田畑が広がり、景色が一気に開けてきました。宇都宮宿を離れ旧日光街道は次の徳次良宿へ向かって進んでいきます。この辺りで印象的なのが現代の高速道路と昔から続く街道沿いの風景が重なるところです。宇都宮市の農業では水筒を中心に麦類や大豆なども作られています。目の前に広がる田畑もただの空き地ではなく、今も地域の暮らしを支える生産の場です。江戸時代の旅人も宿場と宿場の間ではこうした農村の風景を見ながら日光を目指していたのかもしれません。そしてこの先にあるのが高野林の一里塚。先ほどの上戸祭が日本橋から28里目、ここはその次の29里目です。一里進んだだけ、そう聞くと短く感じますが、徒歩旅ではおよそ4キロの積み重ねがかなり重く感じられます。高速道路なら一瞬で過ぎる距離を昔の旅人は景色を見ながら足で刻んでいました。この場所には現代のスピードと江戸時代の徒歩の感覚が同じ日光街道の上に重なっています。こちらは宇都宮市水道今市水系第6号接合制です。大正4年1915年に作られた近代水道の施設で、今市方面から宇都宮へ水を送る送水管の水圧を調節する役割がありました。現在は国登録有形文化財にも登録されています。
旧日光街道に沿うように水の道もまた宇都宮へ続いていたのです。赤レンガの姿が街道沿いに残る近代化の記憶を伝えています。山王団地入り口交差点を過ぎると杉並木に加えて左手の景色が再び開けてきます。田畑の向こうには山並みも見え、日光へ近づいている空気が少しずつ濃くなってきました。そしてこの左手の景色の中にはかつて神社鉄道徳次郎駅があったとされています。神社鉄道とは名前の通り人が小さな車両を押して走らせる鉄道です。今の感覚で考えると少し不思議ですが、明治から昭和初期にかけてこの地域では石材や人を運ぶためにこうした神社鉄道が使われていました。宇都宮周辺では大谷石をはじめとする石材の輸送が重要で、鉄道や軌道はその運搬を支える大切なインフラでした。徳次良駅もその流れの中にあった場所です。江戸時代には旅人や馬が行き交った日光街道、そして近代になると人が押す鉄道が石材や人を運びました。今歩いてこの道を進んでいますが、この周辺には徒歩の道、石を運ぶ道、そして日光へ向かう道が時代を超えて重なっているように感じます。しばらく歩いてくると旧日光街道はいよいよ徳次良宿のエリアへ入っていきます。徳次良宿は江戸から数えて日光道中18番目の宿場です。ただこの宿場が少し面白いのは一つの町だけで成り立っていたわけではないところです。徳次良宿は下徳次良、中徳次良、上徳次良という3つの宿で一つの宿場として扱われていました。さらに問屋場の仕事も月ごとに分担していたとされます。上旬は中徳次良、中旬は上徳次良、下旬は下徳次良。つまり宿場の役割を3つの地区で分け合っていたのです。今歩いているこの辺りはそのうちの下徳次良宿にあたる場所です。そしてこの周辺で目に入るのが私塾明王院です。明王院は江戸時代末期の安政5年1858年に修験者であった曽徳寺は要人が開いた私塾、いわば寺子屋のような場所でした。宿場町というと本陣や旅籠、問屋場など旅人を支える施設に目が向きます。でもその町に暮らす子どもたちが学ぶ場所もありました。街道沿いには旅人のための道だけではなく、そこに住む人々の日常もあったのです。そして明王院の近くには下徳次良宿仮本陣跡があります。本陣とは大名や公家など身分の高い人が休泊するための施設です。仮本陣はそれを補う役割を持った場所で、下徳次良宿の仮本陣跡は問屋場も兼ねていたとされています。問屋場は人足や馬の手配、荷物の継ぎ立てなど宿場の交通機能を支える中心的な場所でした。つまりこの辺りには旅人を迎える宿場の機能と地域の子どもたちを育てる学びの場がすぐ近くに並んでいたことになります。ここは中徳次良宿跡です。徳次良宿は下、中、上の3つで1つの宿場として機能していました。中徳次良はその名の通り三宿の中央にあたる場所です。宿内には問屋場兼本陣や脇本陣、考察場が置かれていたとされ、日光道中18番目の宿場の一角を担っていました。中徳次良宿から少し歩いたこの先に店蔵、小日野屋があります。店蔵とは店舗と住居を兼ねた像造りの建物のことです。旧小日野屋は明治初期に創業した商家で、肥料や穀物などを扱い2008年頃まで営業していたとされています。江戸時代の宿場町だった徳次郎は明治以降も人や物が行き交う道沿いの町として続いていきました。この建物には地元の徳次郎石が張り石として使われています。宿場町の名残と地域の石材文化が重なる場所でもあります。旧日光街道を歩いていると江戸時代の本陣跡だけでなく、こうした近代の商家からも街道沿いで続いてきた暮らしの記憶が見えてきます。目の前に標識が見えてきました。日光まで16キロ。でも東照宮まではさらに10キロほど先となります。先は長いです。徳次良宿の近くにある智勝神社です。智勝神社と読み、宝亀9年778年に日光二良山神社のご神体を千勝森に誕生したのが始まりと伝えられています。この神社で特に目を引くのが参道に立つ2本の大きな欅です。寄り添うように立つ姿から夫婦欅と呼ばれ、樹齢はおよそ700年。2本とも高さは約40メートルにもなり、
昭和29年には栃木県の天然記念物に指定されました。さらに近年では地域で大切に受け継がれてきた歴史文化資源として宇都宮市民遺産宮遺産にも認定されています。旧日光街道を行き交う旅人たちもこの大きな木を見上げながら日光へ向かったのかもしれません。こちらは徳次良の上町屋太鼓です。徳次良では千勝神社の祭礼に合わせて上町を含む6つの地区の屋台が繰り出されてきました。これらの屋台は宇都宮市の有形民族文化財に指定されている彫刻屋台です。竜や獅子、鳳凰などの彫刻が施された屋台からは宿場町として栄えた徳次良の祭りと暮らしの記憶が感じられます。不入街道入口交差点を渡ると石灘一里塚跡があります。ここは江戸日本橋から数えて30番目の一里塚跡とされる場所です。先ほどの高野林が29里目でしたからまた1里分日光へ近づいたことになります。そしてこの交差点の名前にもある不入街道は塩谷田不入方面へ続く道。日光街道を歩いているとこうした分かれ道からかつて地域の道が複雑につながっていたことも見えてきます。一里塚そのものの姿は目立たなくなっても地名や交差点名に街道の記憶が残されています。石灘一里塚跡から先の道はこのように歩道がほぼないような道となります。この動画を見ていただいても分かるように迫ってくる車はかなり近くを通ります。これかなり怖かったです。でもこの先の青い道路標識がある地点まで行って分かりました。草で分からなかったのですが左側はこの草の上に道があったのですね。気がつかず怖い思いして歩いていました。ただの草の壁と思っていました。さて日光まで13キロとのことです。でも東照宮まではさらに10キロほど先となります。このまま右側を通行するのは怖いので左側に移動します。なるほど、こんな感じの道になっていたのですね。上り下りはありますがものすごく安心して歩くことができます。実は初日からかかと周辺に豆ができ始めていました。そして今は左足のかかと周辺に2個右足のかかとに1個の豆ができています。応急処置だけした状態で歩いています。なので痛みをかばいながらぎこちない感じで歩いています。体力的には何の問題もないのですが唯一この豆だけが今回の旅の邪魔をしてくれています。しばらく歩いていると痛みを忘れることができます。しかし休憩して再開すると痛みも再開してしまいます。こんな感じの状態で歩いています。こちらは宇都宮市水道今市水系の第5号接合制です。今市方面から宇都宮へ水を送る送水管の途中に設けられた施設で水圧を調整する役割がありました。日光街道にほぼ沿うように約25キロの水の道が宇都宮へ続いていたのです。先ほどの第6号接合制と合わせてみると街道沿いには人の道だけでなく近代の水道インフラも重なっていたことが分かります。第5号接合制を過ぎてさらに日光街道を進んでいきます。先ほどの接合制は今市方面から宇都宮へ水を送る近代水道の施設でした。つまりこの道沿いには江戸時代の街道だけでなく近代になってからの水の道も重なっていたことになります。そしてこの先にあるのが原坪の馬力神です。馬力神とは馬の守り神あるいは愛馬の供養に関わる石碑として栃木県内にも多く見られるものです。今の私たちは荷物を運ぶといえばトラックや車を思い浮かべます。でもかつての街道では人の移動だけでなく荷物の運搬にも馬の力が欠かせませんでした。宿場では人足や馬を手配し荷物を次の宿場へ継ぎ立てていきます。日光街道を支えていたのは旅人だけではありません。馬を扱う人、荷を運ぶ人、そして道沿いで暮らす人々。小さな石碑ですが馬力神はそうした街道交通の裏側を今に伝えています。近代の水道施設である接合井から馬の信仰を伝える馬力神へ。この短い区間にも水の道、馬の道、そして日光へ向かう旅の道が時代を超えて重なって見えてきます。さて道路標識には日光まで11キロとあります。しかし東照宮まではさらに10キロほど先となります。見えてきたのは占い地蔵です。お願い地蔵とも呼ばれ
体の悪いところと同じ場所に高い布を巻くとご利益があると伝えられています。また前にある丸石を持ち上げ軽く感じれば願いが叶うとも言われています。街道沿いに残る素朴な信仰の場所です。この辺りには上小池の一里塚があったとされています。江戸日本橋から数えて31里目、石灘一里塚からさらに1里分日光へ近づいた場所です。ただ実際に歩いた時にははっきりと一里塚を見つけることはできませんでした。調べてみると案内板などはなく分かりづらい場所で、東側の塚は失われ西側の塚だけが残るとされています。こうした見えにくくなった街道の痕跡も旧道歩きのリアルな一場面です。道路脇に日光市の標識が見えてきました。ここまで宇都宮を出発し徳次良宿を越えいくつもの一里塚跡をたどってきました。そしてついに目的地の名を持つ日光市へ入ります。ただの市境の標識ですが、徒歩旅で見るとその重みが全く違います。日光東照宮まであと少し。旅はいよいよ終着点へ向かって進んでいきます。今回の動画はここ日光市に入るところまでとなります。宇都宮宿を出発し上戸祭徳次良宿石灘上小池へ一里塚や石碑宿場の跡をたどりながら旧日光街道を北へ歩いてきました。最初は宇都宮の市街地を進む道でしたが、少しずつ田畑が広がり遠くの山並みも見えるようになってきました。そしてついに道路脇に日光市の標識が見えてきました。江戸日本橋から続く旧日光街道の旅はいよいよ日光市へと入ります。ただし日光東照宮まではまだ最後の道のりが残っています。次回は日光杉並木を歩き今市を越え新居、そして日光東照宮へ旧日光街道徒歩旅、いよいよ最終章へ進みます。本日もここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。